はいどうも、海外テックのこれまじミントです。中国の証券会社が出した企業分析レポートを自分たちで読み解く番組ミナです。今日は54ページの分解レポートを丸ごと読み込んだ回です。分解レポートって証券会社がロボットをばらすの？そうです。中郵証券という証券会社がユニツリー G1 という人型ロボットを実際に買って部品ごとにばらして原価を積み上げ直しました。売値は税込み 8.5 万元、日本円でおよそ170万円。積み上げた原価の推計は4万1574元、およそ83万円でした。半分以下？それマジ？この推計だと粗利率はおよそ 40.7% です。なんでその値段で作れるのか、中身を全部見せて。そもそも証券会社がなんでロボットを分解するの？中郵証券の電新チームが書いた投資家向けの企業分析レポートです。ユニツリーという会社の実力を実機を分解して確かめようとしたものです。全部で54ページ。今回はこれを最初から最後まで読みました。分解した以上、中身は正確ってこと？ 2 種類分けて聞いてください。1つは分解して実際に見えた事実、部品の数や大きさ、歯車の波数です。もう1つはそこからこれくらいの値段で仕入れているはずと積み上げた推計です。今日紹介する製品ごとの原価やモデル別の粗利率はこの中郵証券の推計です。後半で出てくる事業全体の実績や出荷台数はユニツリー自身が開示した数字だと区別して伝えます。推計って外れることもあるの？あります。部品を一つずつ見て市場価格を当てはめる方法なので、実際にユニツリーが仕入れている値段そのものではありません。原価やモデル別の粗利率を紹介するときは中郵証券の推計と分かる形で伝えます。じゃあまず何にお金がかかってるのか見てみたい。原価推計4万1574元の内訳です。一番大きいのは関節で2万7500元、全体の 66% を占めます。関節だけで全体の 66%？ 中郵証券の積み上げ推計では小さい関節が14個で1個1000元、大きい関節が9個で1個1500元です。次に大きいのがセンサー類で5709元、 14% です。センサーって目とか耳みたいなやつ？推計では深度カメラのリアルセンス D435i が1869元、ライダーの LIVOXMID360 が3840元。ライダーの方が単体で一番値が張るセンサー部品です。ライダーだけで小さい関節4個分くらいするのだ。そうなんです。一方で頭脳に当たるメインチップはロックチップという会社の汎用チップで推計380元。ロボットの原価のうち考える部分そのものはごく一部でした。体を動かす部品にお金がかかって頭のチップは意外と安いんだ。そうです。ロボットの原価は脳より体に寄っています。でも売値 8.5 万元で部品が4万1574元なら粗利率は半分くらいになりそうだけど。4万1574元は部品だけの原価です。中郵証券はここに加工費などを足した原価の合計を推計 4.46 万元とし、税込み 8.5 万元にあたる税抜き価格の推計 7.52 万元と比べて粗利率 40.7% と計算しています。一番お金がかかってる関節、中身はどうなってるの？実際に1個分解しています。モーターと2段の優勢減速機とエンコーダーと駆動基板、この4つが1つのモジュールにまとまっています。優勢減速機って？モーターの速い回転を力の強いゆっくりした回転に変える歯車の仕組みです。今回は2段重ねで、1段目は対応歯車が18波、優勢歯車が14波、外歯車が60波、2段目は対応歯車が16波、優勢歯車が20波、外歯車が60波。2段合わせた減速比はおよそ 20.58 倍でした。10倍以上遅くしてその分パワーが出るってこと？その通りです。ロボットの関節ではハーモニックドライブというもっと特別な機構がよく使われますが、ユニツリー G1 はそれを使わず、この優勢歯車を2段重ねる方式を選んでいます。ハーモニックドライブより安く済むから？レポートはそう見ています。膝の最大トルクは90ニュートンメートル、派手な動きを出しつつコストも抑える選び方です。中身の部品、メーカーの名前とかもわかるの？面白いところで部品の中でメーカーのロゴが読み取れたのは軸受けという部品一つだけでした。他のチップは型番を削って隠してあります。隠してるんだ。分解で確認できたのはここまでです。理由は断定できませんが、他社に真似されないための対策だとレポートは見ています。この番組ではこういう海外の一次資料を自分たちで最後まで読んで確かめる回をこれからも続けます。分解レポートとか論文とか気になる人はチャンネル登録で待っててほしいのだ。まだ半分だよ。このロボット関節
は全部でいくつあるの？ 23個です。腕が左右5つずつ、腰が1つ、足が左右6つずつ。ただ廉価な基礎版の手は指が動かないプラスチックで固定されたパーツでした。動く手は別なんだ。バッテリーは 0.42kW 時。これで連続で動けるのはおよそ1時間から2時間です。冷却モニタ発送でファンがつくのは制御基板と腰回りの関節くらいで、あとは自然に冷ます設計。負荷の高い動きを続けると関節が熱を持って止めて冷やす必要が出てきます。1時間から2時間で止まっちゃうんだ。体重 35kg のうち関節だけで 17.25kg、 49% を占めています。しかも小さい関節1個で見ると外側のケースなどをマグネシウム合金やチタンに変えても軽くなるのは 48.7g。 その関節の重さの 9% だけ。もう絞れる余地はあまり残っていません。それって弱点ってこと？ポートは狙った設計だと見ています。ダンスやショーのような短時間で派手な動きを見せる商業イベントや教育の現場に照準を絞って、バッテリーも熱もその1時間から2時間ぴったりに合わせて作ってあるという解釈です。腕の最大負荷も 2kg と軽めです。短時間で目を引くように思い切り振り切ってるんだね。さっきの 40.7% って他のモデルでも同じなの？違います。教育向けの標準モデルは 16.9 万元で、推計の粗利率は 63.5%。教育向けの上位モデルは 20.9 万元で 66.7%。レポートが試算した中で一番上の構成は 28.9 万元で 64.8% です。上のモデルほど粗利率も上がってる。教育向けの標準モデルは基礎板に処理能力を追加するパーツと膝の強化、腕の負荷アップを足しただけです。その追加分の原価は推計1万元未満なのに、売る値段は基礎板よりずっと高くなります。追加のコストは少ないのに値段は大きく上がるから、上位構成ほど推計の粗利率が高くなる価格設計なんだね。そうです。レポートは量産とコスト管理が効いた価格設計として分析しています。28.9 万元の構成には指が動く器用な手の追加も含まれます。この手は種類によって単品でおよそ 2.2 万元から 4.1 万元します。 G1 基礎板の推計とは別にユニツリーって実際に儲かってるの？ B1 基礎板1モデルの推計とは対象範囲が違う数字で答えます。 40.7% は中優証券による G1 基礎板の推計。ユニツリー自身が IPO の目論見書で開示したのは人型ロボット事業全体の粗利率です。こちらは2023年 87.7%、2024年 68.4%、2025年の第1から第3四半期で 62.9%、量産が進むにつれて下がってきています。事業全体で見ると基礎板の推計 40.7% より高いんだね。そうです。ユニツリー自身の公表としてレポートが紹介する数字では、2025年は人型ロボットで5500台超を出荷して世界一。同じ会社が2025年7月に出した R1 という機種は 2.99 万元、およそ60万円からという値段でした。60万円、安いモデルもちゃんと作れるんだ。結局ユニツリーの強みってどこにあるの？サプライチェーンを見ると分かります。深度カメラはインテル、ライダーは DJI、メインチップはロックチップ、どれも外から買える一般的な部品です。減速機もロゴこそありませんが、量産で供給している会社があると公表されています。コア部品ほとんど外から買ってるの？モーターだけは自社開発でロゴなし。でも部品そのものは業界で調達できるものが中心です。レポートの見立てだと、本当の掘りはその部品をどう動かすかというソフトの方にあります。ソフトの差って具体的には？側転や側宙のような体のバランスを瞬時に取り続ける動きです。あれは買ってきた部品の組み合わせだけでは出せません。自社開発の運動制御アルゴリズムの成果です。多くの部品は市場で調達しやすくても同じ動きは簡単には再現できないんだね。レポートはもう一つ弱点も指摘しています。腕の最大負荷 2kg は工場で使う小型の共同ロボットの過半重量 3kg と比べても軽めです。指がたくさん動く上位の手そのものが 1kg 超あるので 2kg の腕にはあまり乗せられません。イベントや教育という G1 の狙いには合う設計ですが、重いものを長時間扱う工業用途では制約になります。工場とかでガンガン働かせるにはまだ足りないってこと？レポートの見立てでは、工業用の本格的な人型ロボットは直線的に力を出す関節が本命になりそうだとしています。回転式の関節はトルクの密度や剛性、力を出し続ける性能で限界があるからです。そういえば中国のハードウェアを交渉スペックから検証した回もあったよね。ファーウェイの新しい AI マシンを検証した回にリンクを出しておくので、気になる人は見てみてください。中優証券の推計だとユニツリー
G1 の原価はおよそ83万円、粗利率は 40.7%、上位モデルほどその粗利率はさらに上がっていました。部品は変えるけど同じ動かし方までは簡単には再現できないんだね。この分解レポート、どこが一番意外だったか、よかったらコメントで教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いします。解説はりなとミントでした。バイバイ。